こんにちは、東北キリタンです。今回は、パスポーンの続きで、ポーンマジョリティを考える、について解説いたします。ポーンマジョリティは、相手よりポーンが多いことで、例えば、この局面では、白は、クイーンサイドでポーンマジョリティがあり、黒は、キングサイドでポーンマジョリティがあります。オープニングやミドルゲームでポーンマジョリティができ、それがすぐ勝敗に大きな影響を与えるわけではないですが、エンドゲームでポーンマジョリティがあると、パスポーンができる可能性があるため、ポーンマジョリティを意識しておきましょう。ポーンマジョリティと戦略。ポーンマジョリティを確認する。ポーンマジョリティから考えられること。この2つについて解説していきます。まずは、ポーンマジョリティを確認するようにしましょう。ポーンマジョリティは、コマ交換でポーンがなくなることからできてきます。この交換では、キングサイドとクイーンサイドのポーンの数が同じなので、マジョリティはできてませんが。この交換では、白はクイーンサイドでポーンマジョリティ、黒はキングサイドでマジョリティがあります。先ほどとコマ交換は異なりますが、キングサイド、クイーンサイドでポーンマジョリティができてます。ポーンマジョリティから何を考えるかは、また後で述べますので、まずは、ポーンマジョリティを確認するようにしましょう。シシリアンディフェンスから起こるポーンストラクチャーです。ポーンストラクチャーは、ポーン全体の形のことです。キングサイド、クイーンサイドで、白と黒のポーンの数は同じですが、センターにおいては、黒が2つのポーン、白が1つのポーンです。このように、センターにおけるポーンマジョリティというのもあります。さて、今度は、ポーンマジョリティから何を考えるかについて、見ていきましょう。キングサイド、クイーンサイドでのポーンマジョリティは、将来的にマジョリティがあるサイドで、パスポーンができる可能性があるため、それを意識しておく必要があります。例えば、このポーンストラクチャーで、白は、クイーンサイドでポーンマジョリティがありますが、このマジョリティから、すぐパスポーンができるわけではないため、オープニングの段階では、ポーンマジョリティをそれほど意識しなくてよいでしょう。また、このポーンストラクチャーから、どのようなことが起こっていくかは、様々なことが関係してくるため、ポーンマジョリティは、一つの要素に過ぎません。仮に、このようなポーンストラクチャーになった場合はどうでしょうか。この局面では、白がクイーンサイド、黒がキングサイドでパスポーンができる可能性が高くなっているため、先ほどの局面より、ポーンマジョリティの影響は大きくなってます。ポーンマジョリティからパスポーンができれば、勝敗に影響を与えてくるからです。さらに、このような状況になった場合、白の戦略としては、単純化でピース交換を行い、ポーンとキングだけになれば、クイーンサイドでパスポーンを作れる白が優勢になります。センターのポーンマジョリティについて見てみましょう。ハーフオープンファイル上にある黒の D6 ポーンは攻撃を受けやすいですが、ピースで守っていれば、白は D6 ポーンをすぐ取れません。D6 と E6 ポーンはセンターの4マスに影響を与えていて、白がそのマスにピースを配置することを防いでます。相手がセンターでポーンマジョリティを得ていると戦いづらいことが多いです。センターのポーンマジョリティがエンドゲームでパスポーンにつながることもありますが、まず覚えておきたいことは、センターのポーンマジョリティが有効に働くことが多いため、ポーン交換が起こるとき、相手がセンターでポーンマジョリティを得ることに気をつけましょう。
センターポーンのマジョリティが強力なことを経験するようになるでしょう。YouTube の動画で知ったエンドゲームの局面です。白先手の局面で、白はキングサイド、黒はクイーンサイドでポーンマジョリティがあります。どちらが有利でしょうか。白がどのようにして勝つかは、この動画の説明欄に記載してある URL から動画をご覧ください。解説は英語ですが、コマの動きで大体内容がわかると思います。その動画で一番ためになったことは、クイーンサイドでポーンだけでは黒はパスポーンが作れないということです。参考例を見ていきましょう。先ほどと局面が違いますが、クイーンサイドのポーンの動きだけ見るためです。多くの変化があるため、いくつかの変化のみ見ていきます。注意が必要な局面です。A4 としてしまうと、C4 で黒はパスポーンを作れるようになり、黒が勝てます。C4 とすれば大丈夫です。ここで黒は C6、B4、A5、B テイクス、C4 などの手があります。一つずつ確認してみましょう。覚えておきたい局面です。黒はパスポーンを作ることができません。この変化も黒はパスポーンを作れません。この手は悪手に思えますが、白がミスする可能性があります。こうなると、黒が勝てるようになってしまいます。この局面に戻ると、ここで白はポーンを動かさなければ、黒はパスポーンを作ることができません。黒として、このような手は避けるべきでしょう。もし、このように、白がクイーンサイドのポーンを一つも動かさないと、黒が勝てる状況になるため気をつけましょう。この局面は、黒が勝てる状況です。最後に、戦略ではないですが、エンドゲームの局面を、一つご紹介いたします。白先手の局面です。白は、クイーンサイド、黒は、キングサイドでポーンマジョリティがあります。この局面を、リーチェスで、一番強いレベルのコンピューターと対戦してみてください。白番、黒番、どちら側でも、私はコンピューターに負けてしまいます。ポーンエンドゲームの難しさを感じられる局面ですので、ぜひチャレンジしてみてください。以上となります。ご視聴ありがとうございました。